皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢関連のニュースを取り扱っていきます。地上波のテレビ放送においては、戦争が日常化することによって、もはや大抵のことは報道されなくなっています。しかし、戦争という非日常が様々な出来事を引き起こしており、そこから学ぶべき点も非常にたくさんあります。ぜひとも情報更新にこのチャンネルの動画を使っていってください。それでは今回取り上げる主な話題はこちらです。1、ショイグ・ゲラシモフ国際刑事裁判所より逮捕状が発行されました。2、ウクライナ EU 加盟への交渉開始、東欧諸国に続き正常化への道を歩むこととなります。3、チェコとセルビア、ウクライナ支援のため武器の調達製造で奔走しています。まずはロシアの戦争犯罪について、ロシア前国防相と参謀総長に逮捕状、ウクライナ攻撃で国際刑事裁判所。国際刑事裁判所 ICC は、ロシアのウクライナ侵攻時の戦争犯罪容疑で、ショイグ前国防相とゲラシモフ参謀総長に逮捕状を出した。発表によると、少なくとも2022年10月10日から2023年3月9日の間、ロシア軍によるウクライナ電力インフラへのミサイル攻撃について、両容疑者が責任を負うと考えるに至る合理的な根拠があると判断した。ウクライナとロシアは ICC に加盟していない。ロシアはウクライナのエネルギーインフラは合法的軍事目標と繰り返し指摘。民間人や民間インフラは標的ではないとしている。ロシアがウクライナ侵攻を開始した2022年2月以降、ICC がロシア当局者らに発行した逮捕状はこれで計8件となる。昨年3月にはウクライナからの不法な子供連れ去りなどに関与した疑いでプーチン大統領に逮捕状が出された。ウクライナは逮捕状の発行を歓迎。ゼレンスキー大統領は攻撃の計画と実行に関与した全ての犯罪者は裁きが下ることを知っておくべきだと述べた。タス通信によると、ロシア国家安全保障会議は ICC の行動を西側諸国によるロシアに対するハイブリッド戦争の一環と批判。ただ、ロシアが ICC に加盟していないことを理由に無駄話に過ぎないとコメントした。人類の歴史は様々な戦争の歴史でもありました。しかし、そうした戦争において、ルール無用で何でもやってよいというようなことではなく、たとえ戦争であっても、ある程度のルールは守っていくべきだという考え方から、現在は国際人道法やジュネーブ条約といったものによって、戦争のあり方については、これはやってはいけないよという定義などが行われています。そうした意味でロシアによるウクライナ侵略は、武力をもってして他国に乗り込んで、その国の領土やそこに住む多くの人々を傷つけてはならないという基本原則を破っている意味において、国際秩序を乱しているものです。そして国際人道法に定められた内容をことごとく破っているのもロシアです。もちろん、全ての法を破っているというわけではありません。例えば、核兵器による一般市民の大量虐殺などは今のところ行っていませんし、似たような事例としては、毒ガス兵器の大量使用による住民の虐殺なども今のところ報告はされていません。しかし、そのような一部の事例だけを除けば、一般市民に対する攻撃は日常的に行われることによって、現在ではニュースにすらならなくなっています。戦争犯罪を繰り返せば、それによって見ている側の方も麻痺してしまい、その重大性について批判の声を上げることすらなくなっていってしまうことが、今の戦争によって証明されてしまっています。また、現在のウクライナはあくまでも自国の領土を取り戻すというのを最終目標にしていますから、戦争犯罪を行ったロシア側の人物について、この戦争犯罪を強制的に償わせるといったことはほぼ不可能だと言えます。ICC 国際刑事裁判所による逮捕状の発行は、あくまでもやってはいけないことはやってはいけないんだと明示するという意味においては重要ですが、その実行力についてはほぼ無力だと言えるものです。そして、ここから学ぶべき点も日本には当然のようにあります。例えば日本の基本姿勢は専守防衛であって、どこかの国から攻撃を受けた際も、それに対するあくまでも迎撃やもしくは限定的な反撃などにとどまるというのが国の基本姿勢となっています。では、そのような攻撃する側が
自分たちの方にはやってこないんだなというのを前提にすれば、戦争犯罪はほとんどやりっぱなしで何のリスクもないという話になってしまいます。国際刑事裁判所が戦争犯罪だと批判し逮捕状を発行しても、現在のウクライナのように誰が悪いのかは分かってもその人物に責任を負わせることができないという状況が日本にも発生してしまうわけです。このような不条理といったものが発生するがために、国際秩序はいかにして乱される前にこれを守っていくかというのが重要ですし、また今後も国際秩序を乱す者に対する批判と、その乱した者に対するペナルティをいかに与えるかに、今後の未来がどうなるかもかかっているというわけです。日本国内にはこうした未来についての想像をせずに、ロシアによるウクライナ侵略なんか放置すればよいというような話をする人もいます。しかし、国際秩序が乱された状態というのは、そのような戦争犯罪者が大手を振って暮らせる世界へと、今とこれからがなってしまうことを意味するのです。その重要性については見逃してはいけません。だからこそ私は日本もウクライナ支援をすべきだという話を繰り返ししているわけです。続いてウクライナの未来に向けての歩み。EU がウクライナ、モルドバと正式に加盟交渉を開始。EU は25日、ウクライナと正式に加盟交渉を始め、双方は大きな節目を迎えたとの認識を示しました。ただ、ウクライナが加盟するまでには様々な改革が必要で、実現には何年もかかると見られています。EU は25日、加盟を目指すウクライナ、モルドバと正式に加盟交渉を始めました。このうちウクライナとの会合で EU の議長国ベルギーのラビブ外相は、歴史的な瞬間だ。厳しい交渉となるが、ウクライナの取り組みを支えていくなどと述べ、大きな節目を迎えたという認識を示しました。また、ウクライナのステファニシナ副首相は、ウクライナは EU 加盟の基準を完全に満たすために取り組んでいくと述べ、加盟に自信を示しました。ウクライナはロシアによる侵攻が始まった直後のおととし2月、EU に加盟を申請し、EU は去年12月の首脳会議で加盟交渉を始めることを決めました。EU では、ウクライナの加盟は時期尚早などという考えを繰り返し示してきたオルバン首相率いるハンガリーが7月から議長国を務めることになっていて、ヨーロッパのメディアは加盟を支持する国々が6月中の交渉開始を強く働きかけたなどと伝えています。EU のミシェル大統領は声明を発表し、ウクライナとモルドバは汚職と戦い、経済の安定性を高める取り組みを続けていく必要があるなどと述べました。ウクライナは今後、加盟基準を満たすため、行政や司法、それに経済など様々な分野で改革が求められ、加盟の実現までには何年もかかると見られています。ウクライナの EU への加盟交渉が正式に始まったことについて、ゼレンスキー大統領は首相らと共に動画で声明を発表し、我々が EU への加盟申請書に署名したとき、多くの人はそれは夢に過ぎないと言った。しかし、私たちはこの夢を実現したと述べ、喜びを表しました。そして、ウクライナが EU の正式な加盟国になることは間違いないと自信を示しました。今回話に出てきた EU は、ヨーロッパの経済圏同盟のようなもので、NATO のような軍事同盟とは異なるものです。ですから、EU への加盟を目指しての制度改革を行っても、それに基づく軍事的な安全保障が得られるわけではありません。そもそも、現在の戦闘状態の中において NATO への加盟申請を行うことはできません。じゃあ EU への加盟なんて意味がないかといえばそうではありません。例えば世界腐敗指数ランキングなどにおいては、ウクライナとロシアとの間には確実にその順位の開きが存在します。もともとはロシアとウクライナはソ連の構成国でしたから、どちらの国についても汚職腐敗といったものは政官在全ての分野において存在し、それに伴ってソ連崩壊以後も同じような腐敗体制が国中に蔓延していました。しかし、汚職対策をするかどうかという点については、ロシアとウクライナとの間には差ができています。ロシアにおいては、プーチン大統領をはじめとした上層部がまず不正の温床そのものであり、政権中枢とその取り巻きの人たちによって国の富が私物化され、それがゆえに政権を守るといった体制が強固に築かれています。一方においてウクライナの国民たちの間には、そうした腐敗体制が
出来上がることを良しとせず、政治に対して汚職対策をせよといった強い願いがありました。そのために生まれたのがゼレンスキー大統領です。ゼレンスキー大統領自身はロシアで人気者となり、そしてウクライナでの俳優業などにも進出した、もともとはお笑い芸人でした。しかし、こうした政界とのつながりがない人物の方が、かえって汚職対策に取り組むことができるだろうと考えた国民の支持を受けて、あっという間に大統領へと上り詰めたのです。しかし、政治家としてのキャリアがない分だけ、実行力という点においては十分ではなかったことから、彼の就任以後における汚職対策は緩やかにしか進みませんでした。劇的とはちょっと言えないものです。ですから、ウクライナ国内においては、期待の割にはうまくいかないなという、いわゆる失望感から、それほど高い支持率を得ることはできませんでした。また、2014年、クリミア半島をロシアに侵略され奪われて以後の東部の州においては、ロシア軍から提供された兵器を元にした武装勢力がはびこっており、これら武装勢力との戦いといったものもいかにして沈静化するかに大統領の手腕も試されていました。しかし、この点についてもゼレンスキー大統領は、そうした武装勢力とその背後によるロシアとの話し合いをもとにした平和的な解決を目指しました。しかし、これがまたプーチン大統領にしてみれば、非常に上腰の大統領であり、そして国民からの支持率もないような人物であるから、これは一撃すればすぐにでも政権は倒れるだろうという、そのような印象を抱かせてしまったことも確かです。もちろん彼の取り巻きもそのようなウクライナの内情から大軍を持ってウクライナに侵入すれば、クリミア半島を奪った時と同じようにあっという間にウクライナ全土を占領できるといったウクライナを舐めきってしまった分析を行い、プーチン大統領の背中を押してしまったのです。そのような流れの中で起こった2022年2月のロシア軍による本格的な侵攻、そして現在ではロシア側の読みは完全に外れて、現在でもなおウクライナの大半は独立状態を保っているわけです。さて、そのようなウクライナのわけですが、EU 加盟を目指すことによって汚職対策といったものが加速しています。まず制度面について、司法と警察、そして経済的なビジネス環境などにおいても法律の改正などが進められ、汚職対策を進めることが必須課題となっています。そのため腐敗指数ランキングではウクライナは104位、一方においてロシアは141位と、その差は歴然と現れています。ウクライナは改善傾向であり、ロシアはプーチン大統領をはじめとした腐敗の根源そのものが変わる気がありませんから、全く改善の気配はありません。そして今回、正式な交渉といったものがスタートするにあたって、EU 側からはさらに法律面の整備や、実際にその法律を元にした汚職腐敗の一掃を求められるといったことが、ウクライナの正常化へとつながっていきます。かつてソ連の勢力圏下にあった東欧諸国においても、こうした腐敗汚職といった問題は根強かったわけですが、しかしそれらの国もまた EU 加盟にあたって尽力し、状態としては少しずつ良くなり、現在ではその多くが EU に加盟しています。時間はかかっても、ウクライナはいずれ EU への加盟水準へと達するでしょう。そしてこのような EU への加盟水準を満たすような状態というのは、各国からの支援を受ける際にも、これがプラスに働きます。例えば腐敗が蔓延しているような状態であれば、支援物資がウクライナに届くんだけども、それが組織的に横流しや私物化されてしまうといった危険性があり、そのようなことが少しでもないように国の正常化を進めていかなければなりません。もちろん大量の物資や様々な経済支援などに基づく事業を行えば、そこに個人的によからぬ思いを抱いて不正を働くという人物はこれからもたびたび登場することでしょう。しかしそれがあくまでも個人的な犯罪であり、組織的な犯罪ではないといったところがこれからは重要なこととなります。警察や司法が正常に機能し、そうした不正を随時発見摘発していく、そうしたことがこれからウクライナが民主主義国家としての歩みを進める上で重要なのです。最後にウクライナ支援に奔走しているチェコとセルビアについてのお話をしてこの動画を締めていきましょう。チェコがヨーロッパ域外から砲弾を調達する話についてはこれまで何度か取り上げましたが、正式にチェコから砲弾をウクライナに届けたという話が公表されました。これでウクライナに対する軍事支援はアメリカからの支援、EU からの支援、そして EU 域外からの
世界市場からの弾薬調達というこの3本の柱での支援体制が整いました。こうしたこともあって前線における砲弾不足、困窮していた状態からは相当に改善されたそうで、前線からは状況の改善報告などもされています。例えばその一例としては、1日何発までといったいわゆる使用制限がかけられていたものが、必要に応じて必要なだけ使って良いというようなところまである程度命令が改善したようなのです。これまでは偵察用のドローンを飛ばしてロシア軍の動きを把握していたとしても、今日はもう使える弾がないといったようなことがあって敵の動きを見逃さざるを得なかったものが、これからは敵を発見次第攻撃命令を出せるといったことは、前線の状況を改善させるには十分な変化だと言えるでしょう。なお、チェコの世界市場からの武器弾薬の調達についてなのですが、どこの国から実際に砲弾などを調達しているか、具体的な国名については公表されていません。一方において、チェコは砲弾を調達するための資金を EU 加盟国から集め、そのお金を元にした商談を成立させた上でウクライナに供与しています。ですからこの匿名という条件を使えば、砲弾製造能力がある国に話を持っていけば良いわけなので、日本も匿名の砲弾供与国になっても良いのになと思ったりもします。日本ではとにかくウクライナ支援に対する支援では、金が無駄だ、金が無駄だといったようなヒステリックな声をよく聞くものです。しかし、チェコの場合だとちゃんとお金を用意した上で物品を購入しているので、安定的な砲弾供給といったものを実現するのに、日本も陰ながら参加してくれたら良いのになと思います。そして、ウクライナに対する兵器の製造で頑張っている国があります。それがセルビアです。ドイツやフランスのような経済大国と違い、セルビアの場合だと経済規模は非常に小さいものです。しかし、東欧諸国においてはソ連の勢力圏下でしたから、いわゆるロシア系の規格品については、これらの国で製造することができます。セルビアの場合だと、ロシア側との元々の関係は良好ではあるものの、一方においてこのロシアによるウクライナ侵略においては、ウクライナ側の方に兵器や弾薬類などを販売する立場を堅持して、現在では注文があれば積極的にこれに応えているそうです。セルビアはむしろ今の戦争特需のようなものを活用して自国の兵器産業の発展を望んでいるようです。ドイツ、フランス、イギリスのようないわゆる西側製の兵器しか作れない国と比べて、セルビアの場合だとウクライナがもともと持っていた装備品に対する弾薬補給ができますから、このような東欧諸国の動きはウクライナにとっては非常にありがたいことでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録して、このチャンネルの動画を見続けていってください。それはきっとあなたにとって世界情勢の理解を深めるのに役立つことでしょう。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。